皆さんこんにちは。このチャンネルを担当している女子のずんだもんです。先日アメリカに行き大リーグの野球観戦をしてきました。本当は女子なのでお金がないから夢の中で行っただけなんですけど、皆さんは野球を観戦したことがありますか？野球はアメリカで生まれましたが、日本で独自の進化を遂げました。キーワードは日本のチームの連帯感とアメリカの個人の自由。なぜ日本のファンはあんなに揃って応援するのか？なぜアメリカのファンは試合中にあんなにリラックスしているのか？この違いを知ることは実は日本語や日本人の心を理解する近道でもあるのです。今日は応援スタイルの裏側にある面白い文化の秘密を解き明かします。あなたが好きなのはどちらのスタイルか考えながら見てくださいね。では始めます。本日もよろしくお願いします。ということで今日のテーマは日本とアメリカの野球応援スタイルの違いです。皆さんは日本とアメリカの野球の応援スタイルが全く違うことを知っていますか？アメリカで野球観戦をしている時と違和感を覚えましたので、皆さんはどう感じているか伺いたくなりました。日本の野球場に行くとまず驚くのは音ですよね。太鼓、トランペット、応援歌、そして一糸乱れぬリズム。まるで音楽フェスやお祭りのようです。日本の応援はチーム一体で作り上げるスタイルです。熱きファンや応援団がリードし、観客全員が同じ動きをします。各選手にはオリジナルの応援歌があります。〇〇選手、頑張れ、ゴーゴー、かっ飛ばせ〇〇。一方アメリカの球場では空気が全く違います。観客はそれぞれ自由に応援します。立ち上がって叫ぶ人、家族と談笑する人、ビールを片手にリラックスする人、観客全体で決まった応援歌を歌うことは少なく、試合中に流れる音楽に合わせて盛り上がります。例えば Take Me Out to the Ball Game、アメリカの定番ソングです。ここで豆知識ですが、7回裏の魔法と呼ばれるものがあります。英語ではセブンスイニングストレッチと言いますが、アメリカの球場では7回の裏に観客全員が立ち上がり Take Me Out to the Ball Game を歌います。これは100年以上前、当時の大統領が観戦中に足を伸ばそうと立ち上がったのを観客が敬意を表して起立したと勘違いしたのが始まりという説があるんです。真偽はわからないのですが、これがアメリカ流の自由だけど一体感のある瞬間のルーツかもしれませんね。ご視聴いただいている識者で真相をご存知の方がいらしたら、ぜひともご意見をお寄せください。一方、日本の応援はまるで祭りのようです。ラッパ、太鼓、旗振り、メガホン、皆さん重装備なんですよ。かつて私はビール売りをしたことがあります。自由にやらせてもらっていたので、お客さんと一緒になって飲み、大声で応援をしたことがありますが、あの雰囲気に飲み込まれたのでしょうか。楽しくストレス発散をしました。大してないのですが、まるで仕事をしていないのだと怒られそうなのですが、確かにお客さんに勧められて一緒に飲んでいるうちに酔ってしまいました。しかし記憶は定かではないのですが、お店の売上ノルマは達成したようでした。でも次の声はかからなかったので、応援はそれ以来していません。話を戻しますね。アメリカの応援は自由なパーティーのようです。応援当日の天気が良かったので、まるでピクニック気分でした。人気愛一家なので、周りの人たちが楽しそうにしているのを見て勝手に嬉しくなっていました。日本人選手が活躍するゲームを観戦したので、日本人らしき観客が多く見られましたが、郷に行っては郷に従えの傾向が強い日本人ですから、当然現地の一風景となっているのに少しほっこりしました。話を戻しますと、どちらにもそれぞれの良さがあります。日本はチームとしての連帯感、アメリカは個人の自由と表現。ゴーフォイ、オーサム。野球は競技人口も多いですし、長年にわたる根強いファンもいる伝統のある競技ですので、皆それぞれのスタイルを持っていることと思いますが、あなたはどちらの応援スタイルが好きですか？せっかく野球での応援の違いを説明したので、サッカーの説明もしますね。視聴者の皆さんはスタジアムの喧騒の中に社会の設計図が隠されていることに気づいていますか？日本のサッカー応援、それは欧州の熱狂的なウルトラス文化を日本が独自にローカライズした
世界でも稀な高度に組織化された表現です。ウルトラス文化とは1960年から70年代のイタリアを起源とするサッカーの熱狂的なサポーター集団による応援スタイルのことで、敵ファンとの暴力行為が主目的のフーリガンとは異なります。地域別のウルトラス文化ですが、イタリアは1960年代に始まった最も組織的な文化。南米ではより情熱的でドラムのリズムと煙を多用。我が国では施設応援団世界の要素を取り入れつつ、ルールを重視した規律ある熱い応援です。例えば90分間鳴り止まない太鼓。これはイングランドのファンから見れば試合を見ていないと驚かれますが、日本人にとっては音を途切れさせないことで選手を孤独にしないという独特の集団力学の形です。一方、試合後の掃除。これは単なるマナーではなく、自分たちが愛するホームを自分たちの手で守るという公共の場への強い貴族意識の表れです。今日は日米、南米それぞれの応援がなぜその形になったのか、表面的な違いの裏側にある歴史と事実を解き明かします。では本編でサッカーというスポーツを通して世界の素顔を覗いてみましょう。皆さんは国によってサッカーも応援の仕方が全然違うのを知っていますか？さて、本題のサッカー文化の深掘りに入りますよ。サッカーの応援はその国の社会構造と国民性を映し出す鏡のようなものです。今日は日本、欧州、南米のサポーター文化を客観的な事実から深掘りします。日本の応援は欧州のウルトラス文化を独自の規律で再構築したものです。特徴的なのは90分間止まらないコールリーダーによる集団の統制です。日本では応援が途切れると選手に隙ができるという独自の連帯責任の意識が働いています。そのため試合展開にかかわらず巨大プレーのリズムを刻み続けるスタイルが定着しました。まさにスタミナと規律の結晶。これは日本の集団行動の強みを象徴しています。一方、サッカーの母国イングランドでは伝統的にドラムは使われません。代わりに歌が空気を支配します。ピッチ上のプレーに合わせ即興でちゃんと歌い上げます。歓声の上がり下がりが激しく、サポーターが12番目の選手として試合に直接介入します。ドイツでは50+1ルールによりファンがクラブのオーナーであるという自覚が強いです。ドイツのサッカーリーグにおける50+1ルールは民間企業や投資家がクラブの議決権の過半数 50% 超を持つことを禁止する独自の制限です。このルールによりサポーターが構成する会員制法人フェラインが必ずプロ部門の支配権を維持し、クラブの商業化を防いでいます。つまり外部投資家の独断でクラブ運営をすることを防ぐためのドイツ独自のルールなのですね。欧州他リーグと比較して商業化が遅れる一方、チケット価格が安くサポーター主体の運営が支持されているというサポーターにとっての利点も挙げられるようです。南米では応援は社会的な抑圧からの解放であり、生きるためのパッションです。サンバやクンビアのリズムは応援を観戦からカーニバルへと変貌させます。掃除。日本のゴミ拾いは単なる美徳を超えた場所の聖域化という儀式です。公共の場をきれいに保つことで集団としての自分たちの居場所を社会的に肯定します。豆知識。日本では対戦相手へのリスペクトが推奨されますが、近年は変化も。 J リーグの成熟に伴い勝利への渇望から激しいブルーイングも一般的な光景となりました。欧州ではサポーターとしての誇りがパブや家庭で代々継承されます。日本では常に新しい選手のために新しい歌が生まれる進化し続ける文化です。応援のガソリンは国によって違います。ドイツではビールが交流を加速させ、日本ではお弁当がスタジアムを家族の団らんの場所へと変えます。サポーターの在り方はその国の社会の絆の形そのものです。日本の調和と規律の美しさ、世界の情熱と自由の輝き。あなたはどんな熱を求めてスタジアムに向かいますか？この動画が皆さんの日本語学習と日本での生活の一助になれば嬉しいです。ぜひあなたの率直な意見や体験談をコメント欄で教えてください。この動画が面白かった、ためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ま
また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。